はい、どうも、金子でございます。ということで、今日なんですけども、アサヒビールさんから、ものすごく素敵なものをいただきました。それがこちら。こちらですよ。じゃーん。こちら、アサヒさんが出しているドラフターズでございます。知らない方もいると思うんで説明しますと、本格泡のリッチサーバーでビールを注ぐことでクリーミーな泡の生ビールが体験できるという、もう超素敵なものでございます。僕ね、これ2年ぐらい前自宅で普通に使ってました。多分セカンドチャンネルとかに映ってると思います。でもやり方とかも説明したやつあると思うんですけど、これ正直めちゃくちゃいいんですよ。自分の部屋とかにこれポッと置いとくと、お風呂上がりとかにキッチンからコップ1個持ってで部屋に行ってものすごくねクリーミーな泡で、しかもね冷たさ、エキストラコールドとスタンダードコールド両方選べるんですよ。エキストラコールドはより冷たいキンキンのやつ、僕はエキストラの方で飲んでましたね。それもまた後で説明しますね。もう語りたい、これについて。というわけで今日はこちらのドラフターズで居酒屋みたいなことやっていく。いっぱい魚買ってきました。じゃーん、こんな感じ。僕が個人的に買った魚も結構入ってますけど、今日もたくさん買ってきましたよ。まず紹介からですね。こちら、ノドグロ。そして今が時期のパンパンに肥えたクロダイ。そしてトラフグ、ヒラスズキ、アズキマス、メバル。よう肥えたいいメバルです。最高ですよ、今が時期です。で、豆鯛、赤貝、サザエ、車エビ、大アサリ、タコ、岩ガキ、ホタテ、甘エビ、サワガニ、テナガダコ、ハマグリ、磯粒ですね。とりあえずたくさん買いました。魚は寝かしたらうまいっていうことに気づいてしまって、これ今日生きてたアズキマスなんですけど、これも今日食べても微妙なんですよね。なんで今日もこれも仕立てて1週間ぐらい寝かして食べたいんですよ。本当にこれ動画界で食べるお魚めっちゃ入ってます。今日どうしても作りたかったもの、このタコを使ってですね、タコの甘酢唐揚げを作りたいんですよ。これめっちゃうまいんで、ぜひ真似してほしい。これも今日朝一で買ってきました。お魚屋さんが丁寧に締めてくれました。今日のメインはタコちゃんですね。で2品目は、そうですね、居酒屋なんでやっぱりお刺身が欲しいですよね。マグロは冷蔵庫入ってますんで、貝の刺身行きたいですね。まだ生きてる。ホタテ、そしてカキ、赤貝も行きましょう。で、サザエ。で、車エビは、これは塩焼き。大アサリとハマグリは焼きでいきましょう。ノドグロいっちゃう？このいい太鼓のノドグロ。これもお刺身でちょっといただきましょうか。塩焼きはエビがあるから、あと煮付けいきたいですね。豆鯛かメバル。どっち行きましょうかね。両方ともすごくいい鮮度なんですよ。あえて生きてるプリプリのメバルをこう煮付けにするとめっちゃくちゃうまいんですよ。煮た時に身が弾けちゃうんですけど、どうしても。ただもう別格です、これ。じゃメバルにします。メバルの煮付け。あと甘エビたくさんあるんで、甘エビ剥いて、なんか丼みたいなのも作りますか。で、あと手長ダコもあるんで、これもお刺身でいきましょうか。ぶつ切りのサンナッチ作りましょうっていう感じのラインナップでいきたいと思います。じゃあまずメバルですね。鱗を取って内臓エラを外していきます。もう今日はね魚種が多いので超スピーディーにサササササッとやっていきますよ。エラ抜いていきます。いいなあ、このメバルすごい内臓脂肪素晴らしい。で尻尾をちょこんと落として、そして切れ込みを入れたら、はい、煮付け用の完成。次、ノドグロちゃんいきましょう。コロンコロンのノドグロ。鱗を取って、今日はこちらは炙りでいただきたいと思います。ノドグロは炙りですよね。うまい。これもすごくいいノドグロ。で、これは片身だけ抜いていきます。で、腹骨をすいて、あとは中骨取るだけで完成。はい、そしたらお次は貝たち。これ全部お刺身用にしていきましょう。今日はチート技を使います。せーの。はい、完成。お次。赤貝。大きいですね。せーの。はい、赤貝。サザエ。岩ガキ。はい、じゃあ貝が終わりました。次、大アサリ。はい、OK。サザエは、あえてこのままいくか。で、エビの塩焼き。で、串を打っていきます。はい、OK。あとは、甘エビは剥いていきます。
で、タコですね。こちらは、ぬめりを落としていきます。じゃあ、まずはぬめりを落とす前に、内臓を取ります。もう、居酒屋に行ってタコからあったら、もう、真っ先に頼みます。まずはタコからですよ。よし、OK。で、内臓取れましたら、頭を戻して、ぬめりを落としていきます。ぬめりを落とす方法、いろいろあるんですけど、塩でやると、すごく塩っぽくなっちゃうんですよ。僕、下手くそなんで。なので、小麦粉でいきます。ざーっとかけて、で、揉んでいきます。塩が入りすぎると、どんな料理にしても塩辛くなっちゃうんですよね。塩が少ない場合は、後から塩どうやっても足せますんでね。塩分は多いのは困るけど、少ないのはなんとかできるんですよ。なので、小麦粉でこうやってもみもみするのが一番僕はね、安全かなと思います。その代わり小麦粉なんで一切これ塩気入ってないんで、この茹でるときはしっかり塩茹でするとか、あと今日は唐揚げにするときはしっかりと下味をつける必要がありますけどね。持っていきます。はい、こんな感じ。できました。そしたら頭を落として、足を切り分けていきます。今日半分使いましょう。あとは冷凍。タコは冷凍しても味が落ちにくい。冷凍すると繊維が壊れて柔らかくなるんですよ。なので塩茹でするときは一回冷凍してもまたそれはそれで柔らかくなってあり。そしたらこの状態でカットしていきます。あんまり小さく切りすぎても食べ応えないんで、このぐらいの大きさ最高ですね。そしたらここに塩。ここで初めて塩を打つ。で、こねこねと。今日はこのピンクソルトでいきます。魚介とピンクソルト相性抜群なんですよ。これうまいんですよね。で、次。ミックスペッパーで味をつけていきます。はい、塩コショウが振れました。そしてこちらの片栗粉をジップロックに入れていきます。きついこれ初見の方に説明しますと、僕、片栗粉のキュッキュッっていう感触がものすごく嫌いです。あと雪踏む感じとかも結構苦手なんですけど、片栗粉はね、特に苦手なんですよね。でも魚料理に片栗粉ってものすごく使うんで、克服したいんですけどね、なかなか克服できてないという状況でございます。このぐらい湿り気がついたら平気。よし。あとはこれを揚げていくだけ。で、まず煮付けからいきます。最近よく使ってる甘だれ。これで簡単に煮付けができるっていうね。分量はこちらですね。これを煮詰めるだけ。煮だれをさーっと入れて、このとろみですよ。これ。特に今日メバルなんで、このぐらいの濃い味がうまいですよ。で、これと同じ量の日本酒。で、もうちょっと薄めに作りたい人は、もうちょっと水入れてもいいかもしれませんね。で、これで混ぜて、で、ここに生姜。そして火にかけて、はい、じゃあふつふつしてきたら、ここにメバル。これはうまいよ。落とし蓋。で、タレを回しかけていきます。はい、こんな感じで煮つけていきます。で、これ火が入って盛り付けたら完成ですね。お刺身いきましょうか。はい、刺身はこんな感じのラインナップでいきます。まず先ほどおろしたこちら。そして、ウニ。で、これ珍しいのが売ってて、むきシャコですって。ほら。これすごくね、身がプリッとしてて、海外産のやつなんですけど、物良さそうですね。で、ヒラスズキ、身をおろしてみました。これも白身で使いましょう。で、これマグロですね。コールドテーブルで育ててあるやつ。塩釜さんのこれ、1週間以上経ってるかな。いいね。最高ですね。この色味、最高ですね。じゃあ、ここ、1本もらいましょうか。残りはまだまだ寝かします。で、これマグロって、これ寝かせば寝かすだけ、なんだろうな、油がマイルドになる気がするんですよね。で、筋のところも柔らかくなって、すげえ食べやすくなる。ほんとしっかり管理してあげれば、20日間ぐらい余裕で持ちますからね。じゃあまず、ヒラスズキ、皮引いていきましょうか。いい油ありますね。でも市場で見たとき、もう少し、なんだろう、鮮度いいかなと思ったんですけど、意外と死後硬直が進んでますね。やっぱね、目利きは難しい。そしたら半分に切り落として、そしたら皮引いていきます。はい、こんな感じ。そしたらのどぐろ炙っていきましょう。皮面だけにピンクソルト。そしたら炙っていきます。
麗に焼き上がったらこちらを冷蔵庫で冷やしておきます。はい、これが大トロですね。はい、このようにネタは揃いましたので、まずこちら切りつけていきましょうか。で、まずはヒラスズキ。次、マグロですね。大トロ。大トロは居酒屋さんっぽくコロッといきましょう。お寿司だったらこれは薄く切って使いたいところですけど、今日は居酒屋ごっこがテーマなので、角切りのゴロッとサイズでいきます。こりゃ贅沢だよ。ホタテどうしような。繊維に逆らわずにいくか、繊維に逆らっていくかですよね。まだ生きてるんで、こういきますか。今日は繊維に逆らって、こういう形で3切れ。紐はボイルしておきました。そして赤貝ですね。赤貝の大玉。で赤貝はちょっと大きいので半分にこれ落としますか。半分に落としてからのさーっと切れ込み入れてのパチンとこれでいきましょう。これでもちょっと大きいかな。これのさらに半分、このぐらいでいきますか。で、赤ひもも大きいので半分に。はい、こんな感じ。そしたらサザエですね。サザエは薄く切っていきます。で、殻に戻して盛り付けます。あとはのどぐろですね。のどぐろは大きめにサクッと。もう骨は抜いてあります。うわ、もう油がすごいわこれ。うまっ。はい、そしたらこちらを盛り付けていきます。今日器がですね、これ久しぶりに登場したこの階段盛りですね。居酒屋さんとかで見たことある方多いんじゃないでしょうか。これにつまを全部乗っけていきます。このお皿使うだけでまあ映えること映えること。はい、こんな感じで持っていきましょう。まずは一番上の段、大葉。やっぱ一番トップはやっぱり魚の王様マグロですよね。こんな感じで。お次2段目はどうしような。やっぱ白身いきたいですよね。ヒラスズキで、3段目はどうしような。色合い的にのどぐろちゃんいきますか。4段目はここから貝ゾーンですね。ホタテで、根元に紐で、4段目に赤貝いきましょう。うまそうな赤貝だな。一玉でこんだけ量が取れましたからすごい大きかった。で、一番下にサザエいきましょう。はい、盛り込みが完成しました。上から大トロ、ヒラスズキ、のどぐろ、ホタテ、赤貝、サザエですね。で、一番下の段にもう豪快にウニいっちゃおう。ドカンとウニいって、そしてそこにカキで、シャコもどうだろう、こう乗るか。もう乗せるだけ乗っけちゃえ。よいしょ、ここに忍ばす。そしたら食用菊をポンポンポンと持っていきます。この階段のこの角っちょに揃えていきます。揃えて置いてあげるとなんか綺麗に見えるような、ここのラインが揃って綺麗ですね。で、ほじそも添えて、すだちを添えて、でわさびをすりすりで、ここら辺にわさびを添えたら、はい、お刺身盛りの完成。ではタコからの甘酢だれを作っていきます。まずはお鍋にお酢 50cc、 醤油 50cc、 みりん 50cc、 砂糖大さじ1で、これで砂糖を溶かしつつ少しとろみが出たら甘酢だれの完成ですね。これほんと魔法のタレで、揚げ物をくぐらすだけでもう本当に美味しくなる。ぜひやってみてほしいです。じゃあタコ揚げていきましょうか。この鍋もよう使ったな。すごく年季が出てきていい鍋になってきた。こういう鍋で作る料理はうまいですよね。はい、では揚げていきます。170度でカラッと。
この音好き。ちょわ。はい、じゃあこういう感じに上がりましたら、こちらの甘酢だれにくぐらせます。これです。これがうまい。で、器に盛り付けと。で、こういう感じでどんどんやっていきます。この熱々のうちにくぐらすのがポイントなんですよ。ここで踊らす感じね。ちょっと片栗粉は多めにつけるぐらいがうまい。はい、これでタコの甘酢唐揚げの完成。次は甘エビ丼作りますよ。こちらを合体。はい、OK。そしたらこの真ん中に大葉、卵黄、ほじその花を散らして、はい、これで甘エビ丼の完成。そしたら次はサンナッチ。お前ら今日は元気ないね。でもまだちゃんと生きております。これ真水でしっかり洗っておきました。これをはい、ここに入れて、で今日はね、醤油でいきたいですね。気分的に醤油で。はい、これで手長高のお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが本日の居酒屋で僕がもう好きなだけ頼むとこんな感じになるようなメニューを作りました。大トロから白身からのどぐろ、貝類、そして下にはウニ、そして僕の大好物の生牡蠣、そしてタコから、今日は甘酢にくぐらしました。そして半物は甘エビの丼。今が時期のメバルの煮付け、まだ池のメバルを煮付けたんでこうやって弾けてますけどね、この弾けてるのがうまい証拠で、こちらサンナッチ、今日はお醤油で、そして焼き物がサザエ、大あさり、車エビで、小鉢の方が磯粒の塩茹でですね。こちらでやっていきたいと思いますよ。では注いでいきますよ。緊張の一瞬、手前に引くと銀色が出てきます。で、奥に引くとクリーミーな泡が出てきます。で、こちらスタンダードコールド、エクストラコールドで、この真ん中のボタンを押すとこうやって切り替えができます。ここはエクストラコールドでキンキンに冷やして飲みます。でもスタンダードでももちろんキンキンに冷えてます。このエクストラコールドの冷えはね、抜群よ。では参ります。そろそろと、おー、来た。いいねー。ここら辺まで来たら徐々に立てていく。そしてここ余りましたよね。そしたらこのレバーを奥の方に引きます。そうすると泡が出てくるんですよ。このクリーミーな泡、完璧じゃないですか。でん、銀色のやつ、プロ仕様サーバーバージョン、こちら綺麗な7対3。うわー、美しい。ではこちらいただきます。うめえ、マジでうめえ。キンキンに冷えてる。泡までキンキン。やっぱね、うまいわ。僕もこれね大好きなんですよね。生ビールならではの開放感を感じますね。こちらアサヒスーパードライエクストラコールドの生ビールとなっております。これはビール好きにはたまらんですね。幸せ。ほいでね、自分でこうやって注ぐのが楽しい。でもスタイリッシュですげえかっこいいんで、お部屋にあってもインテリアみたいな感じでおしゃれですよね。注いでる時ワクワクするし、食卓が豊かになりますよね。じゃあ何からいきますかね。じゃあこちらのタコからの甘酢いきますか。片栗粉がっつりつけたんで結構時間が経ってもカリカリです。ではこちらいただきます。このね甘酢がうまい。
しっかりつけたこの片栗粉の衣に甘酢がじゅわーっと染み込んでて、噛めば噛むほどうまい。じゃあ次メバルいきますか。今が旬のメバル、ちょっと小さめなんですけどすげえよく超えとる。いただきます。うまっ。やっぱ春の煮付けといったらもうメバルですね。ほんと美味しい。お次、じゃあ大あさりいきましょうか。この花山椒をたっぷりのせていただきます。うまっ。うわー、うまっ。これあり。もう花山椒もっと入っててもいいですね。山盛りでもいい。意外とこの山椒の葉っぱって香りがすごく強いんですけど、花山椒はここまで強くないんですよね。なんでよく合いますね。じゃあお刺身も少しいただきましょう。こちらの大トロいきますか。いただきます。まっ。サラッサラ。これ綺麗なマグロだな。何食べてたマグロなんだろう。天然のマグロの面白いところって、時期もあるんですけど、どういう餌を食べてるかでそのマグロの味ものすごく変わるんですよ。イカの群れを追ってるマグロなのか、イワシの群れを追ってるマグロなのか、そしてサンマの群れを追ってるマグロなのか、トビウオなのかとかね、餌でとっても味変わりますんでね。天然物のマグロはその個体個体で味が違いますね。これものすごい美味しい。この塩釜のマグロめっちゃうまい。今年食べたマグロで3本の指には入りますね。次はやっぱり僕の大好物赤貝いきましょうか。地元三河湾で採れた赤貝、醤油にちょっとつけていただきます。めちゃくちゃうまいですね。愛知の赤貝うまいですよ。閖上の赤貝が日本一って言われてますけど、愛知県もたくさんの川があって海に流れてますから貝が美味しいんですよ。じゃあ次この岩牡蠣いきましょうか。もう今から岩牡蠣の季節ですね。夏が来ますね。僕ね、夏が一番好きなんですよ。なんか夏ってワクワクしますよね。じゃあすだちオンリーでいきます。今日この大きさですよ。いただきます。うわ、うまー。何これ。渋みが少なくてすごくクリーミー。うまっ。じゃあ次半物もいきますか。甘エビ丼、お醤油をかけて、でこちらいただきます。これはうまい。生の甘エビの剥きたては別格ですね。うまいわ。それじゃあぼちぼち僕はこのサーバーと一緒に楽しいひとときを過ごしていきます。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で買ってきた食材で僕の思う理想の居酒屋メニューを作って食べてみましたけども、間違いないものばっかでしたね。めちゃくちゃ気分がいいです。美味しいビールが飲めて幸せです。そして今日実食の時にいただきましたこちらのドラフターズですが、アサヒ独自開発の本格リッチサーバーをレンタルして毎月2回スーパードライのこちらの2リットル、こちらを定期配送してくれます。こちらの本格泡リッチサーバーでビールを注ぐことでクリーミーな泡の生ビールがご自宅で体験できちゃいます。しかも氷点下マイナス2度から0度のキンキンに冷えたスーパードライがいつでも味わえるので、僕みたいな大のスーパードライファンにはもちろん生ビールファンにもぜひおすすめです。これ魅力的なポイントたくさんあるんですけど、その中の一つで僕が特にいいなと思うポイントが、飲みたい量だけキンキンで飲めるっていうのがものすごく魅力的。ちょっと350缶じゃ少し多いなっていう日もあるじゃないですか。そういう時はもうコップ1杯ちょこっと一口二口ぐらいキンキンで注げるっていうのもいいですよね。食卓を豊かにするドラフターズ、ぜひ気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてくださいね。はい、というわけで今日のご視聴ありがとうございました。バイバイ。